はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2023年の後半を引っ張っていく力、下半期のテーマについて占星術とタロットで見てみたいと思います。まず星の話なんですが、2023年の中で大事な月を私は最初に3月と5月と7月っていうふうに言っていたんですが、7月っていうのはこの前半まで結構いろいろ激動だったと思うので、その激動で起きた状況の変化とか今ある状況を踏まえて、7月からはどのように意識を進化させていくか、自分が本当の自分にどのように目覚めていくかみたいなものがこうちょっと刺激される流れがあるんですね。でこれは外側から来るというよりは、内側から目覚め始める、何かに気づき始めるっていうような流れがあります。でこの流れって7月だけではないんですが、7月にそのきっかけがありそうなんですね。で実はこの7月から2025年の1月まで続くので、かなり1年半ぐらいかけて大きな気づき、私人生でこんなことやっぱりやってみたかったんだとか、私の癖ってこれだったんだみたいなすごく大きな気づきがありそうなので、意識しておいてくださいね。ずっと意識しておくというよりは、7月は特に何があるかなぐらいでいいと思います。後半の中で重要なのは、先ほど言った7月の何かしらのきっかけを通して周りの状況とか今の現状とかではなく、意識や自分のマインドが進化しやすい時ということと、あとですね、7月23日から9月4日までお金とか愛情とか価値を表す金星が逆行しますので、ちょっとこの時ですね、誤解が起きやすかったりするんですね。で特にさそり座の皆さんは今社会運というところにこの金星の華やかな運勢がありますので、お仕事に対してとか、もしくは自分が社会に対して見せている楽しいエネルギー、社会から受けている楽しいエネルギーに関して少し誤解が起きやすいので注意が必要なんです。で特に例えばお仕事をバリバリ頑張ってますっていう方にとっては、仕事すごく頑張ってるんだけど自分が評価されてないんじゃないかとか、この自分の頑張りにはもっと評価してくれるべきだみたいな、そういった誤解が起きやすいんですね。実際はすごく評価されていたりとか役に立っているんだけど、自分の感覚的に違う風に感じやすいということなんですね。なのでそれが例えばですけど、すごくいい仕事だったりすごく合ってる仕事なのに、今のこの仕事は自分には向かないとか思って違う仕事を探してみたりとか、違う環境に目を向けたりとかっていうことも起こりやすいかなと思うので、別にそれはそれで好きにしていただいたらいいんですが、でも9月4日まではそういった勘違いが起きやすかったなっていうことをちょこっとだけ意識していただくといいかと思います。要するに外側の世界に自分がどう映ってるかっていうのは関係なくて、自分がどのように世界を生きたいかっていうことがすごく試されている時だと思ってください。でもう一つですね、またちょっと戻るんですが、8月24日から9月16日までっていうのもコミュニケーションをね司る彗星が逆行しますので、スケジュールが変更になりやすかったりとか、メールがLINE とかメールが届きにくいとか誤解も起きやすい時なので、必ず余裕を持った行動と確認をするようにしてください。それもまたその彗星もさそり座の皆さんにとっては社会とか仕事とか上司とかそういったところとコミュニケーションが活発なのかなって感じがして、そこでの誤解が起きないように常に自分が考えていることをちゃんとシェアするとか聞いてみるっていうことをするといいと思います。はい、であともう一つ後半で重要かなと思うのは10月15日に日食があるんですね。でこの日食は人間関係全般において何かしら大きな気づきと進歩があるだろうなと思うんですが、さそり座の皆さんにとってこの10月の日食っていうのはちょっと感じにくいんですね。ただ大きなことは起こっているので、おそらくご自身が今まで生きてきた中で持っている他人に対しての感覚とか、または自分の愛着とか、人間関係の癖ですよね。要するに自分がどのように人の関係を築いていくかっていう時、いつもこの同じパターンがあるという方は、この7月とかもそうですし、あと10月も大きな気づきになるので、この先はいわゆる気づきやすいように宇宙からたくさんのヒントが届いていると思って過ごしていただければ、そうだったのかってもう原因が分かったり、本当の自分に気づくともうすごくすっきりするので、これもプラスに活かせると思います。ですので現実の世界、この物質社会の中では後半っていうのは
非常に人間関係に恵まれてますし、契約運もあるし、大事な人生のパートナーと結びやすいみたいな、そんな感じがあるので安心なんですけれども、表面的にそういう運があるっていうだけじゃなく、やはり今年の後半っていうのはその意識的な気づきとして、自分のそのパートナーシップに対しての癖とか、あと社会に対して誤解していることとか、そういったことに気づくような宇宙の采配があるので、ちょっと意識して過ごしてみてください。ちょっとそれを踏まえた上でタロットでも今年下半期のテーマを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。じゃん。はい、ソード6です。ソード5、忍者の逆、ラバーズの逆。これ下半期全体ですからね。はい、カップエース逆とワンドエース逆とカップ8ですね。はい、あと対策はジョテール逆とソードの7、そしてオラクルはじゃん。はい、リグレットということで、カップの5ですね、これは。そうですか。ものすごくやっぱり現実世界では本当にパートナー運がいい時で、契約もいい時だし、ものすごくそこになんか想定外の予想外の化学変化が起こっていい形になるみたいな。例えばですけど、全く考えてなかった、自分は結婚なんてしたいと思ってなかったのに、いい人と出会ったら、あれやっぱり結婚したいかもとか思ったりなんかして、なんかそういう想定外の何か発展の流れの中にいて、それをおそらく感じてらっしゃると思うんですね。今ここチェンジっていうのが出てますから、人生が変わっていくような大きな流れっていうのを感じてらっしゃると思うんですね。ただなんとなくものすごくいいカードいっぱい出てるんですけども、逆位置っていうのもあり、いいがゆえに期待がすごく強くなったりとか、本当に、期待が強すぎるがゆえの残念感みたいなものがあるのかなと思いました。なのでこのオラクルのカップの5っていうのは決して悪いカードではないんですけれど、自分が想定していた欲しいものと違うものが与えられてみたいな感じ。でも実は後々考えてみたら、その与えられたものの方が良かったよねっていうことなんですけど、感覚的には自分の中でそれじゃなかったんだけどなとか、思った通りのものが欲しかったみたいな、そんな感じがあるんですが、でも人間関係っていうのは本当にそこは難しいですよね。自分にとって理想の人だと思っても、それはその人の一部が自分の理想であったっていうだけで、その人全体が全部自分にとって都合のいいわけ、自分にとって都合のいい人なわけがないので、いろんな側面が見えた時にちょっと違うとか思うかもしれないですし、ただすごく現実を推し進めていく力が強いんですね。ちょっと今は迷っていたり、どうかなって流れに任せておくだけでは動かないなら、自分でけしかけてみようかなみたいな形でちょっと勝負に出るのかなみたいな感じがあります。でもそれに対して若干のれんに腕押しみたいな、ちょっと相手の反応もあまりそこまで良くないとか、またはふとした時にあれって私求めすぎてたのかなとか思ったりして、今でも十分幸せなのにこれ以上別に求めなくてもいいのかなと思ったりして、なんとなく自分のエネルギーも少し弱まったりとかするかなっていう感じです。これパートナーシップが今一番共通されてるので、より一層ちょっとその話でお話しさせていただきましたけれど、別に人間関係だけじゃなくても、何か新しいことを手掛けたいとか新しい生き方をしたいってなった時に、その理想、すごくそこに乗っていけそうな流れは現実的にあるので、乗ってみた時にその理想ほどではなかったみたいな形とか、もっといけると思ったのにっていうような感じがあるかもしれませんので、そうですね、ちょっとね7割8割ぐらいまでちょっと期待を減らして、何でも来たらラッキーぐらいの感じでいくといいような気がします。でもこの今年1年の流れを通してそこで得た喜びは確かにありそうですし、その喜びってやっぱり時期とともに変わっていきますよね。学生の頃めちゃくちゃ楽しかったことも社会人になったら別にって思うように、今この瞬間楽しいっていうのは十分に感じられます。
でその延長線上にある想定したものっていうのはちょっと違うかもしれないけれど、また次のステップに行った時にはそれはそれで良かったっていうふうに思えるっていう感じが出ています。ちょっと見てみましょうか。カップエースにね、ワンドのエースっていうのは相当なんか嬉しいこともあり、やってみたいみたいなこともあるんだろうなと思いますね。今すごくやっぱり外側っていうか引っ張られてるみたいな感じがあるんでね、外側から刺激を受けてる。でも本当は自分の中からそれをやる準備ができてるからこそそういう人を引き寄せてるんですけどね。はい、ペンタクスにジャスティスということですごくバランスが取れてます。どっちもバランスの取れてるカード、これはね。なのでおそらくここまでの流れの中でも十分ご自身の中でよーくこの状況を見たり相手の反応を見たり仕事の状況と流れとかを判断して出しゃばりすぎずというかやってきたんだろうなっていう感じがありますね。なのでこれからも全然そのままやっていけるというか、うまくバランス取りながら相手の状況を見て、やっていけるよというふうに出てるんですが、多分もうちょっと押してもいいのかなとかね、もうちょっと何かきっかけ作ってもいいのかなみたいな形が、エースとして出てるんだと思いますね。そして素晴らしいストレングスの愛のカードが出てきましたね。やっぱ今年は2023年の今年はやっぱり愛情がたっぷりあるってことですね。愛情があるからこそ考えたり悩んだり、もっとこうしたらいいなみたいな思いがあるんだと思うんですね。もしくは誰かに対しての愛情ではなくても自分の中にある力、不可能を可能にする力が十分あると思っておいてくださいね。でそれを周りが認めてないというか、周りは分かってくれないと思ったとしても、さっき言ったみたいにちょっとね9月の中旬ぐらいまで逆行もありますし、誤解されてるって自分が思ってるだけかもしれないっていう視点でいてください。で分かってもらえないならいいやみたいな感じで他に行きたくなるのかなって感じはありますが、そこまで実は悪い状況じゃないんですよっていうのがメッセージなのでね。なのでご自身、私の中では今年の秋ぐらいに、特に10月とかに大きな人間関係の癖っていうかね、自分の中で起きていたことが気がついて、それを本当にプラスに生かしていける、どんな人とでもやっていけるとか、自分は苦手な人がいたとしてもね、その自分の癖に気づけるってすごくプラスなので、やっていく力は身につくんだろうなと思うんですけど、それでもまだちょっとって思う方はぜひ他の方にもね相談してみてくださいね。ちょっと後ろ髪引かれながら何かをやっていくっていう、無理やりやっていくっていうのではなく、ちょっと相談してみてください。そしてちょっとやっぱり自分が考えてることが理想すぎるのかなとか甘すぎるのかなみたいなすごく自分への問いかけっていうのも起こっていて、それによって答えはちゃんと出るんですけど、本当にもうドンピシャも大当たりみたいな、そういうそれ欲しかったのっていう感じではないので、そこだけちょっと注意ですね。ちょっとこのオラクル見てみます。ソード4、ソードエース3枚、おおソードエース、ワンドエース、そしてソード4みたいなね。やっぱりね、エースがこんだけたくさん出ると、やっぱりもう起こしていく、もうやるみたいな、そういう感じなんだと思います。で、実際その力はもう十分にありそうな感じがあるので、別に新しく何か起業していくとかでもいいし、誰かにアプローチしていくとかでもいいし、面接受けるとかでもいいですし、何かやっぱり自分の中にあるその情熱を行動に移していくのはいいです。ただしっていうところで、ただし、勢いだけに任せずに、しっかり寝かせるときは寝かせて考えてみてくださいねっていう感じですね。このソードの4っていうのはちょっと保留みたいな感じのカード意味でもあるんですけれど、これってちょっとちょっと違う概念でいくと、さっきの今年の後半ってね、現実世界と内側で起こっている自分の気づきっていうのとか、ちょっと2段階に分かれてるみたいな感じがあるんですよね。で、現実世界ではパートナー運いいでしょうと、契約いいでしょうなんですけど、意識のところでは自分が見たくなかった自分の癖を見なきゃいけなかったりするわけです。で、それが気づくことによってより豊かな人間関係になれるんですけど、このソードの4が言ってるっていうのは、
よーくよーく立ち止まって振り返って感じてみてくださいねっていうふうに言われてる気がしたんですね。よく人って寝てる間とか、要するにこう意識が働いてるこの現実世界じゃないところで気づきを得たりとか、本当は分かってるメッセージが来ているみたいなのがよくあるじゃないですか。でも現実もうこうだしなっていうところでかき消してしまうところを、しっかり自分が休んだり立ち止まったりすることで、それはちゃんと気づけますよと。でそしてそれは自分が思っている通りじゃなくてもそれがベストだったと分かりますよみたいなメッセージだと思いました。はい、ということでちょっともう一枚だけ見させてください。アバンダンスというね一応置いときます。お、飛び出すね。はい、これもカップのクイーンです。今出てきたのも、ペンタクスのエースなので、もうエースがすごい出てるから、新しいものは本当始まろうとしている。はい、始まろうとしてます。ただその中の、自分の中の優しさ、思いやりは十分にあるし、それは自分の強みとしてね、持っててもらっていいと思います。それが相手に響くかどうかっていうところでは、響いてないと勘違いしやすいので、そこだけ注意っていうことですね。はい、ということでこんな感じで何かしらお役に立てましたでしょうか。またね7月だけの単月のリーディングもさせていただきますので、アップロードされるまで少々お待ちください。ということで2023年後半もぜひいい気づきが起きますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。